いつもですね南海の山ちゃんとやってるんですけども、ちょっと山ちゃんの方が、出たくないということで本当に悲しいんですけれども、急遽トロサーモン久保田君です。私です。お店を選ぶ時の有料店の選び方。これはちょっとお得な情報。いやらしいお店の有料店の選び方、覚えやすい電話番号をあらかじめ取っているところ、例えば4649よろしくというのを覚えやすいから取れるところ、これもお金出して取ってますから、ああ、なるほど。同じ数字とか語呂合わせとかなってるやつはもう安心ですよ、有料店ですよ。これ1919いくいくとか、こんなもんテンション上がるじゃないですか。そうですよ。電話する時にいく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 よ。今回ですね、鎌倉幕府、嬉しい。ここがなかったら今の日本って絶対にないって言える時代なんですよ。それぐらいダイナミックな時代やのに地味すぎるんですよ。なんか登場人物とかも全然分からへんでしょ。頼朝ぐらいでしょ。この義経がとにかく戦の天才って言われてて、昔で言ったら奇襲とかなんで汚いとも言われてたんですけど、鹿はありますねみたいな。じゃあいけるやんって言うんですよ。なんでってなるんですけど、みんな。その前にその話は誰に聞いそんなの。本読んで、本読んで、だから多分2、3日だから本読んで、山里さんもとかってと思ったから今日思ったからびっくりしてるんだよ。日本政治の礎、ご成敗式目があったね。はい、なんかテストありましたよね。で政子の北条政子の大演説で、5番、番外編といいますか、チンギス・ハン日本人説っていう元の、初代皇帝ですよね。鎌倉幕府スタートで立役者って誰が立役者になるでしょう。いや、北条政子でしょ。どう考えてもいいですね。大河ドラマ見た小池栄子さんやってました。そうなんですよ。3番目の項目ですね。日本政治の礎、ご成敗式目というところに行くんですけれども、要は頼朝、もう頑張ってね、征夷大将軍まで上り詰めて鎌倉幕府をスタートする政治の天才なんですけど、幕府ができて5年後に死ぬんです。結構すぐ死んじゃうんですよ。でその後子供やっぱ継がすんですね。頼家という子供に継がすんですけど、頼朝はもう島流しにあって自分で一から立ち上げて、もう平家にあらずは人にあらずの平家を倒して征夷大将軍に上り詰めた、ここのストーリーのカリスマ性がすごくて、やっぱ武士ってそういうカリスマ性好きなんでついてきてたんですよ。2代目はね、2代目ボンボン頼家、全然懐からへんくて武士に、ちょっとちゃうちゃうわみたいな、叩き上げじゃないわみたいな、関西人出てくるの。謎の関西人誰やねん。なんでなんかもう最初から2代目ですみたいな顔してるんですよ。なんなんみたいな。っていう落合選手の子供みたいな。福士君はいいんですよ今。でも福士君みたいなもんじゃないの。要はそういう感じで、やっぱりその叩き上げのところ、武士の棟梁、きついよ2代目は。戦ったこともない2代目を武士のトップに、なるほどね。ちょっと嫌なんですよね。で有力御家人、要はその源平合戦とか鎌倉成立に頑張った御家人たちの多数決で合議制をしようってなるんですよ。でその合議制の人数奇数じゃないといかんので、それで有力御家人を集めたら13人なんですよ。だから鎌倉殿の13人なんです。13人の合議制、ここでできるんです。頼家の時に。そうやね、あれおもろいね。見てよ、正月時間あったら大河ドラマ見た？見ましたもちろん。めちゃくちゃおもろいね。地味なんですけどね。13人の侍みたいなやつですか？いや違います。話聞いてた。侍もそのだいたい7人でやってるんで、7人の侍やし、唯一奇数だけやで。いや、お二人の話入れすぎたらパンクしそうになってる。すいません、自分勉強できなかった人間で。すいません、そんなことないやろ。でそこで鎌倉の13人っていうのができる。それはもう奇数っていうのは多数決のことをありきで奇数にしてる。そうですね。だからなんかしたけど北条2人入ってたりしますし、奇数に合わすっていうところもで、結果次はここの13人で権力争いが始まるんですよね。結局誰がトップリーダーになるかみたいな。で合議制のトップになる人のことを執権って言い出すんですよ。権力を執行する執権ね、執権。でそこで初代執権というところになるのが
頼朝の奥さん北条政子のお父さん北条時政っていう人が初代執権になるんですね。この13人のリーダーに。そうでこっからは北条氏の物語になります。鎌倉幕府は。すごいね。呂布の利じゃないけどこの A と B の戦いの中でなんかその B についたね C が全部最後持っていくっていう。そうなんですよ。で先ほど言いました御成敗式目という、それってなんかあれルールやったっけな。初めて武士のために作られた法律です。初めて武家がトップに立ったんで。それ具体的にどういう有名ななんかその法律ってあるの？有名なんはね、要は簡単に言うと武家は武家らしく生きろって話なんですよ。でちゃんとやることをしなさいと。それまでは反社みたいな集まりやって地方とかも武士は「あ源氏やぞ」みたいな感じになって平家の方がマシやったってみたいな感じにもちょっとなってたんですよ。昔の六本木仕切ってるみたいな感じのみたいな感じやって、これじゃ持たんと、鎌倉幕府は持たんから武家としてのルールをバシッと示したのが御成敗式目。これが後の室町にも戦国時代とかにも法律として残っていく。でこの御成敗式目、この三代執権北条泰時ってやつが出すんですけれども、法律の作り方が素晴らしくて、今ってなんか年間何個法律できるかあんまよく分かんないじゃないですか。分かれですけどなぜこの法律がいるのかっていうのをちゃんと説明して、で全国に伝えて、ほんで朝廷に出して法律として認めてもらうっていうことをちゃんとやったんですよ。このやり方がすごかったんちゃうかって言われてるんですよ。そのニュースもネットもない時代に一個のルールを全国に浸透させてかなり難しかったんですよ。鎌倉幕府は源頼朝が作ってすごいけど、実はその後その幕府をずっとこうなんか継続してたのは北条氏のおかげってこと。おかげなんですよ。泰時すごいですし、御成敗あと泰時暗殺とかも結構やってたじゃないですか、ドラマで。だから恨まれんの結構分かってるんで、御成敗式目作る時もいやなんかね、京都の皆さんにどうせバカにされると思いますけど一応作っときましたみたいな、めっちゃ下からいくんですよ。なんでそんなのまでわかんの？吉本やったらできるマネージャーね。いや一応ね久保田さん多分こういう仕事なんかしたいかなと思って持ってきましたみたいな感じで感じやったら「おおもうようできてんじゃん」みたいな感じで認めるんで、この辺もうまかったんですね。なるほどね。人間関係とか距離の詰め方もうまいねんな。で時系列ちょっとずれちゃうんですけど、一個前になるんですけど、はい時代の転換点、北条政子の大演説ですね。大演説。それ先ほど名前出てました頼朝の奥さん北条政子なんですけども、頼朝が死んだ後政略結婚とかで他の人に利用される可能性あるじゃないですか。超トップの前妻なんで、だからすぐ出家するんですよ。すぐ出家して剃るんですけど、当時で髪の毛長ければ長いほど美人って言われてたんで、剃ったんですけど髪の毛尼になるんで、その髪の毛で頼朝様の残りのやり残した仕事は政子がやり遂げますからねっていうもう除血みたいになるんですよ。しかもその剃った髪の毛で曼荼羅ってあるじゃないですか。あるある。密教のね。密教の曼荼羅、梵字がこう書かれてる曼荼羅を自分の髪の毛で刺繍します。この曼荼羅に誓って頼朝公の思いはっていう。それだから信氏の侍の前で大演説でしょ。そうです。でそれなんですることになったかと言いますと、承久の乱っていうのが起こるんですね。でこれがですね、後鳥羽上皇、朝廷の天皇系ですよね、が三代将軍源実朝が死んだっていうことはもう終わりやろ幕府もと、源の血が途切れたんやからって、絶対そうよ。もう幕府倒そうってなるんですよ。後鳥羽上皇自体も結構優秀な方やったみたいで、やり手やからね、はい、やって起こった乱なんですけど、ちなみに乱とか変とかの違いって知ってます？いやこれは覚えておきたいな。はい乱は、天皇家側からのクーデターというか戦、変はその時の政権側からの戦、クーデターみたいな、もっとシンプルな考えがあって、王者とチャレンジャーがいるじゃないですか。変わったら変です。後に、はい、だからじゃあ変わってないんだ。失敗したよ。失敗してます。なるほど。ええこと聞いた。ええこと聞いた。わかりやすい。変わったらだから本能寺の変です。ほんま変わった。権力者織田信長から明智光秀に変わったんで。でこれが面白いのが、権力者後鳥羽上皇がやってるはずやのに乱なんですよ。ってことはですよ、
チャレンジャー後鳥羽上皇なんですよ。この当時の権力はもう幕府にあったって完全にいう証拠なんですよ。ああなるほど。だから天皇系の争いで乱つく結構珍しいんで、盾つかれる側なんで基本。これで負けて決定的に武家の社会になるんで。あとそもそも上皇の狙いとしては倒すって言ったら、いや朝廷に刃向ける、要は逆賊なるやつなんておるわけないやんと、どうせみんな鎌倉裏切って俺につくわって思ってたって思ったんですよ。でみんなマジでそう思ってたんですよ本当に最初は。いや天皇に刃はやばいっすって、ってみんな言うんですよ。もう降伏しましょうって。北条さん何考えてんですかみたいな。ちょっとなんか何持ってんですかみたいな。刀持ってる話してみたいな。でみんな言ってたんですよ。言っててでもなんかお芝居で出てた横の楽屋行っとくちょっとちっちゃい飴を1個舐めてくれすぐ戻ってこれそう。いやでなるんですよね。でもそこで義時とかで収められないんで、政子が出てくるんですよ。頼朝の思いを持った。分かったと、私が出ていくとバーッと集まってるんですよ。お久しぶりですとお久しぶりですとここではい北条政子ですとで来たわけですよね。であなたたちとビビってるねって、そりゃそう分かると。でもよく聞いてと、天皇を倒そうとしてるんじゃないと、私たちを裏切って天皇に味方をしてる武士を倒すためにやる戦ですと。なるほどね。落としどころそこにして、はい、そこにしてあなたたち武士ねと、土地持ってるよねと、今の暮らしできてるその刀鎧全部この鎌倉幕府で働いてきたからあるんよねと。武士の地位上げたん誰か忘れたと。頼朝公でしょって。いいぞ頼朝公そうでそうで、でも頼朝公から受けたご恩は海よりも深く山よりも高い。そうってなって、それでもいいですよと、向こうにつきたいならはっきり言われる。ついたらいい。私たちはあなたたちを裏切り者とももう言わない。ただ私を殺していけと。最高だ最高だよ誰もこうなってるじゃないですか。グってなってるところで後鳥羽上皇ぶっ潰すぞって言ったらもう全員湯気てるぐらい「うわーいくぞ!」ってまさこの大演説。これが承久の乱。はいでも圧勝です。圧勝。誰でも裏切らない。むしろ京都に攻めてる間に幕府軍莫大に増えていくんですよ。武士の世の中だって。確かに頼朝公のおかげでできて今更なんだ天皇がってなって。これだからあれや宮迫の乱や変やないで。弱いって宮迫は弱いって宮迫はもう乱れたか焼肉の乱じゃないのよ竜宮城の乱じゃないのよ。友情の乱俺の焼肉を食べていけジューじゃないジューじゃない時計キラキラじゃないのよ。だからそう要はここで後鳥羽上皇の流れ通りにみんながその普通について承久の乱やってなかったら侍の世の中で確定でここで終わるんですよ。ここで武士が戦っ政子が演説してなかったら武士の社会はなかった。じゃあ政子ってすごい人でタイミングで。じゃあさこれ変な言い方俺がやってたのもあってたんだ。そう何年か前に、ネタもやってない人間が人のことを審査していたと、でもあんたたちは一昔前ネタやってたんじゃないのかと、今じゃあぐらかいてストリートじゃないそっちの世界行って横柄にすんなよ。違うだろってことやんな後にしてもらっていいですか俺は違うと思う。違うか絶対違うと思う。俺殺されるこのまま首切られる首切られる。そうね違うか。これがまさこの大演説生んだ理由でございまして、そして最後ですね。もう最後なんですけど、番外編とは書いてますねけど、チンギス・ハン日本人説という最後のちょっと待って、じゃあこう待って、承久の乱あって終わった後、どういうふうにして室町になっていくんだっけ教えて。普通に武士の世の中ができていって御成敗式目もいい法律ですからいい感じになっていくんですけど、国内ですよねそれって。で元寇なんだ。そうです。そこで
8代執権北条時宗の時にモンゴルが攻めてきます。あーすごいね。外国が日本に攻めてきたこと、だから今までは東北とかを外国みたいな言い方しましたけど、違うんです。マジのほんまのね。外国、しかもこの時のモンゴル激強です、東ヨーロッパぐらいまでモンゴルでした。言ってたよね。で勝つんですけど、今までは平家を滅ぼしたら平家の土地もらって、ゴーンと奉公が成立したんですよ。防衛戦なんでご褒美を与えられないんですよね。あらららららら。その代わりお前らは戦えっつって命令されたわけですよ。でめっちゃ借金までして武装したりとか家族死んだりとかして、さあ北条さんご褒美ください、そうやな。いや逆にあると思ってたん怖いんやけどみたいな、防衛戦やで、今からみんなで立て直し頑張る系じゃないのってその北条は言うんですけど、嫌な北条やな。嫌な言い方するわ北条。ここでぐらつくんですよね。で財政が圧迫されていって、武士たちももう北条じゃない鎌倉じゃないんじゃないみたいな感じで不満テンションが下がるし、離れていきだして、ゆっくりこう鎌倉幕府への反乱みたいなのも起こりだして、あららららら。じゃあ後鳥羽上皇以来ずっと倒幕考えてたんやけどみたいな後醍醐天皇っていう人が出てきたり、あった後醍醐天皇、はい、でアンチ鎌倉幕府の楠木正成。俺うちの母親楠木正成の、はい、なんか家系図にはうちのらしいって兵庫県ですもんね。兵庫県楠木正成兵庫の人なんで、全然ありえますあります。でほんま時代が時代やったら、お前と一緒に横座ってことありえへんかったけどおい最初に言った俺の歴史上の人に謝れよ。大友総林競馬死んでたぞ海で俺の家系悪かったら罪を犯して海に流された人間横で、でも生きてんだよこっちも。さすがすごいよあんたんとこは。でこの楠木正成とかみたいなアンチ幕府系、こういう人のことを悪党って言い出すんですそうよね。だから悪党の語源はこれです。楠木正成。だからほんまに悪党って悪いやつじゃないんでしょ、語源としては。悪党ってなんか悪いやつのイメージやけそうど、ですけど幕府側から見たら、悪党悪い言うたら徒党を組んでるんで、悪の盗賊悪が徒党を組んでるっていうような扱いで悪党って言うんですけど、結局これが活躍して鎌倉幕府は滅亡しました。滅亡する。要は現行からのそこまでの流れなんで、不満がだからやっぱり勝ってはいるけど現行が原因で鎌倉幕府は滅んだ位置にはなってるんですよね。でここでちょっとね、何一個だけ都市伝説風に言って行きたいのが、この元で皇帝やったのは不備来藩っていう不備来藩が皇帝やったんですけど、これが初代皇帝チンギス・ハンの孫なんですよね。でこのチンギス・ハンが日本人説っていうのが言うたら5番目の言ってたね。やつなんですけど、これはですね誰かっていうことなんですよ。チンギス・ハンは日本はい今日の授業を聞いてたら久保田君分かると思います。はいヒントはたくさんありました。言ったと思います。言ってましたよね。なんか自分がおもろいこと言おうおもろいこと言おうばっかり考えて、あんまり宇田君の話聞いてなかったん違う。先生いいですか、勇気出してるんですけど、もう僕は1時間前から分かりません。すいません先生。実は1時前からもう耳から煙出てかゆかった。じゃあ俺代表して言います。はいはい東野さんお願いします。チンギス・ハンは義経。正解です。ありがとうございます。はい、都市伝説として言われてるんですけれども、要はですね義経は言うたら全国指名手配されて全国逃げていくんですけど、最後東北奥州藤原氏っていうところに各回れるんですね。でも頼朝がそこも攻めて、で頼朝って結構残酷なんで義経を差し出せみたいな感じで言うんですけど、義経って子供の頃そこに住んでたんでお世話になってた人が逆に義経使えば戦の天才やから頼朝と戦って逆に藤原氏が勝つとかもできんじゃねえかとか言ってこれを遺言にしたんですけど、息子がやっぱり頼朝の圧に超えれんくて殺して差し出すっていう形なんですよ、義経の首を。ただ義経の首がですねやっぱ義経強いんで首送られてきたんですけどズタズタで義経とは書かれてるだけ。分からんね。分からなかったっていうのがあるんですよ。でお父さんの遺言を裏切った息子も義経とずっと暮らしてたわけですから、実は情があって奥州藤原氏は滅びるけれどもお前は生き延びろって逃がしたんじゃないかと。だから首を偽物にすげ替えて送ったんじゃないか。東北から北海道に逃げ、日本海を越えて、モンゴルに入り、チンギス・ハンってね
生年がよく分かってないんですよ、生まれた年が。で急に強い感じで出てくるんですよね。そこでトップなれ、はい通るようになって、これはですね騎馬民族で馬使ってズーって攻めていったんですよね。この戦法を急にモンゴルで始めたのがチンギス・ハンなんですけど、遊牧民で馬って友達のはずなんですよ、生活に必要なんで、これ使って戦うっていう戦術いきなり思いつくかねって感じがあるんですよね。ってなった時にですね、いや義経馬の戦い方ですよ。すでに戦術として持ってる。なるほどね。だからそこでいやこの馬使って戦争したら勝てんぞと、っていうふうに言ったんじゃないか。しかもその時モンゴル軍って旗を刺して旗刺して敵味方を区別してたんですけど、これも源平合戦の時に平家は赤の旗、源氏は白の旗っ絶対そうや。ていうふうにその絶対そうや。は絶対そうや。いや大きい声でいいんですよ。い、でそれがまあチンギス・ハン義経や。邪魔やなやっぱ邪魔やな、うるせえな。でただこれ 99% 嘘って言われてます。冷めるわ。いや一応言っとかないと。信じるか信じないかじゃなくて、は99%嘘っていう。ちょっとまあインプットではやっぱ信じるか信じないかではあかんなと、そのちゃんと覚えていただきたいのでね。そうだからなくてもいいんですよ。なくてもいい。だから書物が「吾妻鏡」っていう北条家が出した書物しかないっちゃないんで、結構あやふやなんですよね。原稿とかも全部英雄って書く人もいれば、こいつはポンコツやって書く人もおるとかあるんで、好きな方を信じたらいい時代なんですよ。だからチンギス・ハンみたいなもう別に信じたかったら信じていいし、人に言ってもいいし。俺はもう信用してるから。ありがとうございます。いやもう 1% 書きますよ、本当に。いや分かった、本当に鎌倉時代がちょっと勉強させてもらった。ありがとうございます。久保田君はどうですか。あまり歴史ね興味ないと思いますけど、鎌倉時代の幕府のお話奥田君にしてもらいましたけども。はいはい。そうでしたね。全部が。待って、お前オープニングの元気どこ行ってん。どこで折れたんですか。どこで俺と俺なんか最後までめちゃめちゃおもろいなとか99%嘘って言ってやってくれてましたよ。やってたで。やってくれてました。途中で年月日とかもうごちゃごちゃになってて、あれ1919年って何やったっけと思ったら、いやじゃあこれ行くって俺が言ったやつやと思ったりとか。俺何してんねん俺今ってだけもう数字が頭の中で。笑うわ。すいません。